医療分野の AI って最近よく聞きますよね。でも、その裏で未来の薬を生み出すためのとんでもなく巨大な設計図みたいなデータベースが動いてるってご存知でしたか？今回はですね、その AI 創薬のまさに心臓部、ユニプロトの秘密に迫っていきたいと思います。はい、というわけで今回の流れはこんな感じです。まず、そもそもなんでタンパク質がそんなに大事なのっていう基本中の基本から入って、次にその巨大な百科事典ともいえるユニプロの正体に迫ります。で、そこからが面白いんですけど、そのデータがどうやって AI の力で新しい薬に生まれ変わっていくのか、その最前線までこの5つのステップで一緒に見ていきましょう。さあでは最初のステップです。AI とかデータベースとかそういう話の前に、まずは一番根本的なところから始めましょうか。そもそもなんで創薬の世界ってこんなにもタンパク質って言われるんでしょうね。皆さんが普段飲む薬、風邪薬でも何でもいいんですけど、そのほとんどが実はこのタンパク質を狙い撃ちにしてるって知ってました？なんで薬はタンパク質をターゲットにするのか、この答えこそが今回の話のすべての鍵を握ってるんです。答えはもう驚くほどシンプルなんですよ。なぜなら僕たちの体の中にあるほぼすべての機能をこのタンパク質が担ってるからなんです。まあ体っていうのは巨大で複雑な機械みたいなもので、タンパク質はその無数の歯車なんですよね。つまり病気っていうのはこの機械のどこかの歯車がおかしくなっちゃった状態ということなんです。例えばがん治療、あれはがん細胞が増殖するっていう暴走した歯車の動きを止めるために特定のタンパク質を狙ってるわけです。あるいはウイルス、これはウイルスが増えるために必要なタンパク質、いわば鍵穴みたいなものを薬で塞いじゃう。こんな風に特定のタンパク質の働きをうまくコントロールすること、これが現代医療の基本戦略になってるんですね。でもですよ、人間の体の中には数万種類ものタンパク質があるって言われてるんです。そんな広大な世界、どうやって調べればいいんでしょう。そこで登場するのが今回の主役です。タンパク質の世界のまさに Google マップとも言うべき存在、ユニプロトなんです。まずはそのスケールに圧倒されてください。いきますよ。2億4500万件以上。これ、世界中のありとあらゆる生物から見つかったタンパク質の情報が集められてるんです。もう天文学的な数字ですよね。そして、この膨大なデータこそが AI 創薬の源泉になってるわけです。ユニプロト。正式名称はユニバーサルプロテインリソースって言うんですけど、その名の通り、世界中のタンパク質の情報を集めた、まさにデジタルの巨大な百科事典なんですね。世界中の研究者たちが新しい薬の手がかりを探すとき、まず開くのがこの百科事典というわけです。でも、ユニプロトの本当の価値っていうのは、ただのデータのリストじゃないんですよ。大事なのは、それぞれのタンパク質に専門家による詳しい注釈、つまりアノテーションがついてるってことなんです。体の中でどんな働きをしてるのとか、どの病気に関係してるのとか、この情報こそがまさに宝の山なんですね。だから研究者たちはユニプロトのことをこう呼ぶんです。創薬っていう長い航海における最も正確な地図だって。未知の病気っていう大海原で目的地である新しい薬にたどり着くためには、この地図が絶対に必要不可欠ということなんですね。でもこれだけデータが膨大だとある問題が出てくるんですよね。情報の速さと正確さ、どっちを優先すべきかっていうジレンマです。で、ユニプロトはですね、この問題を解決するためにすっごく賢い二層構造っていう仕組みを持ってるんですよ。ユニプロトの中には実は2種類のデータベースがあるんです。一つはスイスプロ。これは専門家がじっくり時間をかけて磨き上げたもうゴールドスタンダード、信頼性抜群のデータです。AI にとってはこれが正解だよっていう教科書みたいなもんですね。で、もう一つがトレンブル。これは世界中の最新の発見をどんどん取り込んでいくスピード重視の層です。この正確さと網羅性、この二刀流こそがユニプロトの強さの秘密なんですね。
さて、ここまででタンパク質がすごく大事だってこと、そしてその巨大な地図であるユニプロトについて見てきました。で、ここからが本番です。じゃあ、この膨大なデータがどうやって AI 革命を加速させる燃料になるのか、そのプロセスを一緒に解き明かしていきましょう。AI がユニプロトのデータをどう使うか、大きく分けて3つのステップがあります。まず、ステップ1。AI がタンパク質のアミノ酸の並びをまるで文章を読むように解析して、その機能を予測します。次にステップ2。そのタンパク質が持ついろんな特性を AI が理解できる数字に変換するんです。そして、ここがすごいんですけど、最後のステップ3。AI はこれまでに学んだ膨大なデータを元にして、特定の病気を治すための全く新しいタンパク質をゼロから設計しちゃうんです。そうなんです。ユニプロってただのデータの倉庫じゃないんですよ。AI 技術の進化と一緒にユニプロ自体もどんどん進化し続けてるんです。ここからはもう創薬の常識をひっくり返すようなユニプロの最新のイノベーションをいくつか見ていきましょう。まず最初のイノベーションがこのタンパク質埋め込み、プロテインエンベディングです。これ何かっていうと AI がすぐに使えるようにあらかじめ全部のタンパク質に住所とか座標みたいなものを割り振っておく技術なんです。これがあると研究者はめちゃくちゃ面倒な計算をすっ飛ばせるんで、研究開発のスピードがもう劇的に上がるんですよ。さらにすごいのが、いよいよ個別化医療、つまりオーダーメイド医療への道が開いてきたってことです。この新しく追加されたゲノミクスタブっていうのを使うと、患者さん一人一人の遺伝子の違いが体の中のタンパク質の働きにどう影響しているのか、これを直接結びつけて考えられるようになったんです。まさにあなただけの薬を作るためのめちゃくちゃ重要な一歩ですよね。そして現代医療が直面している本当に大きな脅威がありますよね。薬剤耐性菌 AMR です。薬が効かなくなっちゃう恐ろしい問題です。この問題に対してユニプロトは耐性菌に特化したデータベースを構築して、新しい抗生物質を開発するためのめちゃくちゃ強力な物質を提供してくれてるんです。つまりですね、ユニプロトの役割っていうのは、生命科学の世界における巨大なハブみたいなものなんです。遺伝子の情報、化学物質の情報、臨床研究の情報みたいにバラバラだったいろんな情報を全部ここに集めて結びつける。そうすることで今まで見えなかったつながりが見えてきて新しい発見が生まれる。その中心にいるのがユニプロトなんですね。そしてこの技術が目指している究極のゴール、それは人体のデジタルツインを作ることです。つまり新しい薬を開発したらまず仮想空間にいるもう一人のあなたでテストできる。そんな世界の実現を目指してるんです。これができれば医療はもっと安全に、そして究極にパーソナライズされたものになっていくはずです。まさにデータが薬になる時代がやってきました。さて、私たちが次に克服する病気は一体何になるんでしょうか。